さんこんにちは。今日は休日にお母さんと映画を見に行く Vlog を撮っていきたいと思います。はい、今から私たちは何の映画を見に行きますか？ウィキッドです。はい、ウィキッドみんな知ってますか？アリアナ・グランデが出てるやつね。ミュージカルの映画がやっと日本でも2日前ぐらいに公開されて、ずっと私とお母さんは超楽しみにしてたので、それを今から見に行きたいと思います。はい、でこのエキシナにね1時間くらい時間があるので、ちょっと今からお母さんとドライブトークみたいな感じで動画を撮っていきたいと思います。インスタグラムでこの前私質問したんですけど、お母さんとドライブトークを撮るからみんなどんなテーマがいいって質問したんですけど、そしたら皆さんから一番人気だったテーマが、娘が外国人と結婚するって聞いた時どう思ったっていうこととか、娘が海外に移住するっていうことについてどう思うっていうのについて、今日はちょっと私のお母さんに登場してもらってお母さんに声だけ参加してもらってね、お母さんにインタビューしていきたいと思います。はい、日本人の会話になるとちょっと難しいっていう人いると思うので、会話の聞き取りの練習として今回の動画も楽しんでみてくれると嬉しいです。はい、じゃあ早速お母さんに質問していきたいと思います。まず娘が婚約11月の末に婚約したけど、それはどう思った？素直に嬉しいなと思ったよ。あー、そっかそっか。でもさ、婚約者が日本人じゃないじゃん。そうだね。でまず私が付き合ってる人がいますで、それが日本人じゃなくてアメリカに住んでるアメリカ人の方ですって言った時はどう思った？一番最初に。去年の冬とかだよね、伝えたのが。多分去年の冬。そうだね。まあ最初聞いた時はやっぱりちょっと不安があって、どんな方かなっていうのも全然わからない状態で聞いた時はすごく大きな不安を抱きました。抱きましたでも少しずつ時間をかけて相手の方のことを久美さんからも伝えてもらったり、あと相手の方からもビデオメッセージみたいな感じで自分自身のことをきちんと言葉で伝えてくれたり、そういった段階があったから、とても誠意を感じたし、少しずつ安心して、今は多分、お互いのことを知る期間ってことで、そういう時間を取りながら、いい関係が続いていったらいいなっていうふうに見守っていたかな。なるほどそうね。じゃあまず一番最初の印象としてはちょっと不安なところもあるけど、相手の人の自分の性格とかを伝えてくれるビデオを見て、ちょっと安心して、うまくいったらいいなみたいな感じで前向きな感じの印象だったんだ。じゃあ仲良く、いいお付き合いしていってくれたらいいなっていう気持ちだったかな。なんかネガティブな印象とかはなかったの？そこに対して外国人みたいな、日本人じゃないのみたいな。最初は戸惑いもあったけど、だけど久美さんは本当に中学校ぐらいから強く感じたのは、すごい英語に興味持ってるなっていうのもあったし、すごい外国の、曲とかもよく聴いてたし、歌もよく英語で、歌ってたよね。すごい楽しそうに歌ってたし、そういうね、英語にはすごく身近に触れてたし、きっとそういう道の方に進んでいくんじゃないかなっていうか、それを希望してるんだろうなっていうのは思ってた。もう分かってたというか思ってたから、それはすごく嬉しかったし、母もやっぱり英語に興味あったから、だから同じように久美さんがそうやって英語に興味持ってるんだなっていうのが、とても嬉しかったから。そうだよね、お母さんも英語好きだもんね。確かに。だから自然な流れで、外国人の方とね、バイトとかも
時あったじゃん。ああいう時もなんかもう本当だね。そう自分からね、外国人のお客さんが来たら自分から声かけて、なんかこう積極的に会話して慣れるようにしてるみたいなことも言ってたし、やってたすごい嬉しそうだったし、やってた、なんかそうやってね、自分の英会話のスキルを磨いていこうっていう、なんかそういうところもすごく嬉しかったから、そのね、自然にやっぱり外国人の方と接する機会とかそういうのも広がっていった中で、お付き合いしてるっていうのは自然な、出会いがあってもおかしくないなっていうのは思ったから、じゃあ結構自然な流れみたいな感じだ、ではあったんだ。振り返るとそれはもう確かにね、それはそう思います。私もだって多分中学校ぐらいからめっちゃ英語好きで、もともと洋楽が好きでずっと聴いてて、なんかもう一生家族の前で英語の歌を歌いまくってみたいなのをしてたし、確かになんか忘れとったけど、アルバイトしてる時も外国人のお客さん来たら行きますみたいな、自分から任せてくださいとか言って、そんなにめちゃめちゃ上手なわけでもないのに自分から話しかけて、そう外国人のお客さん見つけたら困ってなさそうに見えても、なんか手伝いましょうかみたいな感じで声をかけてやってたから、確かにそりゃそうね。じゃあ付き合うっていうことは別に結構ポジティブだったみたいなんですけど結婚します、結婚しますってなった時、娘がプロポーズを受けました。はい、それを聞いてどう思った？っていうか、まず相手の方がお母さんに、うちの母になんかプロポーズをする前にメッセージを送ってくれたんですよね。送ってくれたよね。それを見た時はどう思った？だって日本だったらさ、あんまないじゃん。そのプロポーズする前になんか娘さんにプロポーズしてもいいですかみたいなのを相手の両親に許可を得るっていうのは、日本はそんな、なんか昔は多分あったかなと思うけどね、なんかかしこまって誰々さんをお嫁さんにくださいみたいなのを求めるみたいなのはあったと思うけど、最近はそんな顔合わせするぐらいでね、かしこまって許可を得るみたいなのないと思うけど、多分アメリカの文化でね、そういうのを聞くみたいな、両親に聞くっていうのがあると思うけど、それを私の彼がそうやってやってくれて、うちのお母さんとお父さんにで、事前にメッセージをもらったと思うんだけどそれはどう思った？サプライズで、久美さんのことを驚かせたいっていうのはあっただろうし、でもその前に大切な久美の、両親に対してそのプロポーズをするっていうことの了解をまず得たいっていう、そういう段階的に、私たちにまずメッセージをくれた相手の方に対して、本当にその誠意にすごく、感動しました。感動しました感動したそうですそうだよね、びっくりだったよね、きっとね。びっくりしたよ、びっくりしたびっくりした。びっくりだよね。日本にもともと日本に住んでるわけではないので、やっぱりわざわざ日本に来て、そのプロポーズをするために、海外から日本にやってくる。で、その前に、私たち両親に対して、その了解を得て、その流れを取ってくれた彼に対してもすごく感謝してるなと、私たちもすごく嬉しかったです。安心できた？この人だったら娘を任せてもいいかもしれないみたいな、娘が結婚する相手としてこうやってなんかいろいろ誠意を持って、接してくれる姿を見て安心できた？彼の気持ちが、娘に対して彼の気持ちが、真剣なんだなっていうのもすごく伝わって、少しずつやっぱりその彼の行動を見ていて伝わってきたので、確かにす
こに来て、まあ、了解を取りたいんだっていうところの、メッセージをもらって、あ、いよいよこの段階に入ってきたんだなっていう、まあ、自然な流れで、まあ、そこは受け入れたっていう、まあ、お父さんはもう全然 OK だったけどね。お父さんはまだ結婚してないんかみたいな感じだったもんね。そうだよね。確かに。はい、まあ両親ともに大賛成みたいな感じで問題ないよって言って、そのプロポーズの許可をぜひっていう感じで伝えてくれて、で、まあ、彼がプロポーズしてくれたっていう流れになりますね。はい、そんな感じだったじゃあ初めてその向こうのね、彼の方のご家族と会った時とか緊張しました？最初はね、もちろんドキドキ、どんな方なんだろう、写真では、ね、見せてもらってたけど、お父さんお母さんで弟さん、まあ、実際に会えるんだなっていう、ドキドキ感はあったけど、でも会ってもう割と早い段階で、たどたどしい英語だけど、準備してたなんか言葉を伝えて、そしたらとっても気さく、相手の方も気さくだし、自然に入り込んでくる感じがあって、本当に気さく、本当に気さく、そうなんだ。お母さんなんか準備してたんだ、英語の文章みたいな。もう本当に基本の基本、もうなんて言ったん？会えるの楽しみにしてたよとか、あ、そうなんだ。来てくれてありがとうっていう楽しみにしてたよっていうのを、で、まあ、私であったり、お父さん、お父さんはお父さんで準備してたり、あ、そうなの？違う準備じゃない、みんなで知らないよね、その、まあ、今日会うよっていう日に、なんか大阪に向かってる車の中で、まあ、お父さんとお母さんとお姉ちゃんとお姉ちゃんと、まあ、3人で打ち合わせをしてて、まあ、でも実際に会った時にどういう風に、ちょっと言葉かけをしていいかっていうのを決めとこうって、あ、そうなんだ。それぞれのパートを知らなかった。それぞれパート振りがあったんだ。なんかパート分けて決めといて、じゃあお父さんはこれを言ってね、お母さんはここを言うねっていう、でお姉ちゃんはお姉ちゃんっていうパートを事前に決めて、車の中で何回か練習しました。そうなんだ。バッチリ成功した。あ、そうなの。やば。はーいから始まる。はーいからナイスミートユーみたいな。そうなんだ。知らんかったかも、それは。でも嬉しい、ありがとうね。久美さんにはあくまでも本当に内緒だったので、そうサプライズだったからね。サプライズをちょっと成功させないとねっていうのは、なんか自分たちもだし、相手のね、多分ご家族の方もすごいそこは協力して、一緒にそのサプライズをちょっと遠くから見守りながら、だけど自分たちもすごい楽しんで、参加させてもらった不思議日になったよね。本当すごいサプライズ大作戦でしたね、あれは。本当にびっくりしたそう、そうなんだ。嬉しい。でもそうやってやってくれたのは、お父さんとかも英語話したの？話したそうなんだ。面白い。でもなんか家族でその両家が集まって顔合わせみたいなのしたじゃん。その時もなんか大丈夫かな、うちの家族英語あんまり話せれんしなと思って、で、まあ、向こうも英語は話せるけど日本語も全く分かんないからちゃんと会話できるかなみたいな、沈黙にならんかなってずっと思って心配だったけど、意外となんか普通にいけたよね。なんとか通訳したり、私もなんか弟もめっちゃ英語ね、なんかノリでカジュアル話して分かりやすい言葉でね、やってくれて会話できるもんね。びっくりするぐらい。お姉ちゃんもリスニングめっちゃねできるから、できる
そう伝えるのが難しくてもなんか言いたいことは分かるみたいな、言ってることは分かるみたいな感じで、まああと伝えてほしいことはまあね、私ちょっと翻訳したり伝えたりとか英語にして伝えたりとかして、意外とめちゃめちゃ楽しい両家顔合わせっていう感じで、話も盛り上がってそうそうそう、あれはマジで良かった、成功だったよね。食事も美味しかったし、ね、美味しかった。そう、なんか私たちは両家の顔合わせで鉄板焼きのお店に行ったんですけど、コース料理で食べました。でもめっちゃコース料理がおすすめだと思う。やっぱりオーダーするのとかもね、なんかコミュニケーション取るのとかも大変だと思うから、もともと決まったコース料理で、そう1人1個配膳される感じで、取り分けるね手間も省けるし、すごい良かったねあれは。まあそんな感じで顔合わせは無事に終了しましたね。またね、両家が会える機会を作れたらいいね。今度はうちがアメリカに行かないとねアメリカに会いに行きたいね。行きたいね。行きたい、みんなで行きたい。お父さんも、うちのお父さんはちょっとね海外に出るのが怖いっていう感じで、日本がいいっていう感じの人なんですけど、お父さんも無理やりでも連れて行ってちょっとアメリカにね、家族に会いに行けたらいいよね。今度はご両親、とってもいい方たちでみんな優しくてあったかい感じの人たちです。はい。じゃあ次の質問は、娘が外国人と付き合ってて、なんかまあこんなことしてもらったとか、こんなことがあったよみたいな話を聞く中で、なんか日本人の彼氏と、てか日本人と全然違うなって思ったこととかすごいありますか？そういうのは。なんか日本人と付き合っている中じゃ出てこないような出来事とか、これはさすがなんか国際恋愛ならではだなみたいな感じで思ったこととか、なんかある？とにかく豆とにかく豆とにかく豆、豆に連絡をくれるみたいだし、もう気持ちをストレートに伝えたり、もう本当に羨ましいんだけど、バラをね、バラ、まあ花束を大事な時には花束をプレゼントしてくれてたり、本当にすごいロマンチックだよね。日本人の男性でさ、花束買う人なんてめったにおらんよな、多分。めったにそうなんかそのプロポーズの時とかはみんな確かに準備するけど、例えばバレンタインデーですって言ってバラをあげたりとか、どうかな、記念日とかでまあ買う人もおるっちゃおるかもしれんけど、結構レアじゃないって思うんだけど、その自分の気持ちをストレートに、言葉だったり、お花をちゃんとサプライズで準備してたり、そういう一つ一つのことがとても豆、確かに羨ましい。羨ましいってなるよね。ちょっと違うもんね、日本人の感じと。そこはなんかその愛情表現がやっぱり恥ずかしがったりせずに、もうめっちゃストレートにやってくれる感じじゃん多分。そうだよね。それが当たり前じゃん、向こうにとっての。そうなんだろうね、きっと。日本人も全くいないわけではないと思うんだけど、だけど少数派だろうな。少数派よ。それはそうだよね。確かに豆っていうところが違うところみたいですまあこれは多分外国人だからといってというよりも、まあ分からんけど人によると思うけどね、外国人だとしてもね。外国の方だからといってみんながみんな豆っていうわけでもないと思うし、こんなにそうね、ロマンチックな人が多いとは思うけど、外国人の人って愛情表現がなんかやっぱりすごいストレートでね、日本人に比べたらね、もっとたくさん表現してくれるっていうのはまああると思うけどね。まあでもすごいよね、本当に豆だよね。連絡もめっちゃ毎日取ってるし。そっか、なるほど、面白いもうすぐ着くんだけど、もうすぐ着いちゃう。じゃあ最後の質問に行ってもいい？最後に娘がアメリカに移住することについて。はい、結婚してアメリカにもうすぐ多分今年中には引っ越しちゃうと思うけど、
それをどう思う？まあ、婚約してからもう日本を離れる日が来るっていうのは頭の中では分かってて、まあでもまだそれはもう少し先の話になるだろうし、そう、まあでも少しずつやっぱりこうやって段階が進んできて、なんだろう、そのビザの関係とか、そういうのも申請したりとか、少しずつやっぱり準備が進んできて、ああやっぱり久美さん日本離れるんかって、なんかちょっとね想像つかなかったんだけど、少しずつもう現実になってきてるから、まだあんまり現実見ないけどね、なんかまだ決まってないしね、日にちが。まあまあそうなんだけど、個人的にはそうやっぱり日本にいないって思うと、そういう日が来るのがちょっと信じられない、まだ信じられないかな。どうなるんだろうねえ。なんかあんまりまだ実感ないよね、多分ね。なんかめっちゃみんなに聞かれるんだけど、お父さんとかお母さんとかなんだろう、寂しがってないみたいな。寂しくなるだろうね。そう、でもなんかあんまりなんかまだそんな実感ないから実感ないんだけど、最初はそうだったんだけど、実感なかったけど、やっぱり遠くない、ね、未来にそういう日がやってくるし、まあね、電話とかでもね、今時電話できるからね、会話もできるだろうし、もうだけどなんかすぐに会えなくなっちゃうなっていうのは、そうだね、めちゃくちゃ寂しくなると思う。まあ年に1回は絶対会えるけど、多分年に1回回は絶対帰ってきたいと思うんだけど、年に1回は絶対帰ってくると思うけど、そうだよね、寂しいよね。日本から絶対出てほしくないみたいな、そんなのはなかったよね、特に。そうだね。まあ久美さんの小さい頃の夢はやっぱり海外に住みたいっていうか、それはずっと言ってたもんね。ずっと言ってたじゃない。そうそう、結構結婚観っていうのも、国際結婚とかもすごくなんか興味持ってたところがあったし、ハーフの子供を産むとか言ってたもんな。それはあくまでも夢であって、おもろいわ。それが実現するのはまた別の問題で、本当に実現するからね。だけどそれがなんかね、実際にいい話がね、交際して。そうなんだよね、ずっと海外に行きたい、海外に住みたいって言ってたから、あんまりうちの両親とか家族とか、まあ友達含め、本当に友達もみんな言うけど、もう久美ずっと言ってたもんなみたいな感じで、みんななんか納得みたいな、本当にそうなったんだね、すごいねみたいな感じでみんな言ってくれるかな。びっくりだよね。でも寂しいって言うけど、もちろん実現していくっていうのもびっくりだよね。はい、まあそんな感じで寂しいけどまあ私の昔からの夢だったから応援してくれてるということでよろしいでしょうか。つながったなっていうのはすごい本当ね、嬉しいし、応援したい。応援したいよ。ありがとうございます。それは家族もみんなそう思ってると思う。そうね。なんだかんだでもうすぐ着きます。てかもう着きました。あっちだよね、多分映画館。あっちだと思う。まだ車もまばらでよかったな。よかったね。てかめっちゃ早く着いたくない？ 1 時間マジで。そんなことない。9時54分だもんだって。でも1時間後でしょ、映画。10時45でしょ。めっちゃ余裕で着いた。すごいゆっくりできるね。いいじゃん。ドーナツ買いに行く。準備。久美さんあれよね。将来の旦那さんの名前はボブさんだったもんな。ボブさん覚えてる？ボブ。覚えてるんだ。も覚えてたじゃん。やば。そう、なんか私ずっと言ってて、ボブっていう人と結婚するんだって。未来の旦那さんの名前もなんか
えてる？なんかやば。なんか理想の中ではそういうネーミングを聞いたことがあったよ。そうなの。なんか私ずーっとその本当国際結婚したいみたいなで、海外のもう外国人のもう本当に優しくって本当に私のことを大切にしてくれる旦那さんと結婚したいって言ってて、そうでその人のなんかイメージの名前はボブだったんですよね。そうでもなんかボブっていう人と結婚するみたいな。私の旦那さんはボブさんとか言ってめっちゃ言ってて、で久美の友達も覚えてたそれ。マジで。うんそう、そうなんだ。友達も久美そういえばボブと結婚するって言ってたもんな。恥ずかしい。そう言ってて、そうなんです。だから本当に自分の夢がなんか実現しつつあるみたいな感じではあって本当自分でもびっくりっていう感じですね。はい。まあそんな感じでお母さんにいろいろなんだかんだ聞いてたらついちゃったので、今回のドライブトークはこの辺で終わりたいと思います。いろいろお母さんに私の、国際恋愛についてとかなんか聞けてよかったかなと思います。ちょっと車の中でめっちゃガタガタしちゃって見にくかったかもしれないんですけど、今回の動画も最後まで見てくれた皆さん本当にありがとうございます。今回の動画もいいなと思ったらグッドボタンと高評価とチャンネル登録お願いします。はい、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。